はい、皆さんこんにちは。限界一人暮らしでも車遊びがしたい男、よくです。ついに来ました。本日は僕の高校生の頃からの夢を叶える日です。僕のロードスター大改造計画ということで、本日取り付けるパーツはこちら。じゃじゃん。OER のレーシングキャブレター45パイです。そうです。僕のロードスターキャブ車にしちゃいます。いやーかっこいい。いやーもうこのかっこよさですよ。いやーたまらんですね。こんな感じでこうファンファンファンってなるわけですね。ちなみにインマには原田商会のものを使っております。そしてキャブレターとセットで取り付けを行うのがこれらのパーツになります。はい、まずこちらがキャブレター用の燃料レギュレーターとなります。燃料ポンプは純正をそのまま使用しますので、こちらで燃圧を10分の1程度まで下げるという感じですね。そしてこちらがエアーガバナーというパーツです。こちらはエアコン作動時に二次エアを供給させてアイドルアップさせるというパーツになります。そしてこちらが原田商会の点火時期補正ユニットになります。キャブ化に伴いエアフローメーターを取り外しますので、こちらを使用して偽の信号をコンピューターに送って点火時期を神格させるというものになります。そしてこれらのセットは三重県亀山市にあるロードスター専門のチューニングショップオリーブボールさんにて6万6000円で譲っていただきました。ちなみにこちらのキャブレターは新品から2000キロ程度しか走行していないという、極上品になります。そしてキャブ化に伴って自分で用意したものがこちら。まずセッティング用のジェット類、そして油面ゲージ、同調を取るためのシンクロメーター、そして燃料ホースであったり、こういった金物類であったり、こちらは純正のインジェクターを取り外しますので、そちらに埋め込むためのメクラですね。あと亀有エンジンワークスの燃圧計、そして調整用の工具たちになります。そしてこちらはキャブレターの中にあるエマルジョンチューブという部品を回すために、コインドライバーから僕が削り出しで作った自作の工具となります。少し前から僕のロードスターに空燃費計を取り付けたり消火器を取り付けたり、あと重捨て化したりしたのは全てキャブ化に向けた準備でした。果たして無事エンジンがかかるのかどうかもよくわからないですけど、やってみなきゃわからないってことで、早速ロードスターにキャブレターを取り付けていきたいと思います。頑張ります。はい、それでは今僕のロードスターのエンジンルームこういった感じなんですけど、キャブレターを取り付ける前に、動画撮影外で前もって進めておいた準備を紹介させていただきたいと思います。まずこちらがクスコのオイルキャッチタンクになります。そして純正ですとこの辺りに冷却水のリザーブタンクがあるんですけど、この辺りに先ほど紹介した燃料レギュレーターであったりエアガバナーを取り付けようと思っておりますので、リザーブタンクをですねこちらからホースでピーッと回していって、サードの汎用のアルミリザーブタンクを取り付けました。ステーはこんな感じでなかなかうまく自作できたんじゃないのかなと思います。また純正ですとこの辺りにこういった感じでハーネスが通ってるんですけど、こんな感じですね。こちらの裏を通してヘッドライトの下を通ってぐるっと回してくるっていった感じでハーネスを引き直しました。あとこちらに P バルブという部品があるんですけど、こちらがキャブレターと干渉してしまうかもしれないと思ったため、こちらの黒いステーをですね長穴加工して全体的に運転席側にこうグッとオフセットするように作り直しました。あとこの辺りにキャニスタータンクがあるんですけど、キャニスターも撤去しておきました。事前準備だけでも結構手間がかかったんですけど、これですんなりとつけれるんじゃないのかなと思います。あくまで取り付けるだけで、そこからの調整っていうのはまた別問題になってくるんですけど、早速こちらのインテークパイプであったりインマニの取り外すところから作業を進めていきます。はい、スロットルワイヤーも外せました。そしてスロットルボディの下にありますこちらの ISCV っていうパーツにこんな感じで冷却水のホースがつながっておりまして、こっちから入ってこちらから出ていくっていう感じなんですけど、キャブ化に伴って ISCV ももちろん取り外しますので、こちらの2本を直結させていきたいと思います。そして直結に使うのはこういったタケノコと言われるパーツですね。両端にホースを挿して2本をつなぐっていう感じですね。はい、ちょっとクーラント漏れてしまったんですけど、こんな感じでクーラントホースを直結することができました。はい、スロットルボディも外すことができました。そして続いてこちらのインマニを外していきます。新品のガスケットを見ていただければ分かるかと思うんですけど、上側が12345箇所と下側が1234、合計で9本のボルトナットで止まっております。パッと見でこれネジの位置が見えないぐらいアクセスが困難な場所にあるんですけど、なんとか気合で緩めていきたいと思います。よし、
あ、意外と緩かったです。ブレーキの不圧ホースももう外しておきますね。よいしょ。4番足に配線のステーがついてたので、そちらも外しておきます。よしよし。よしよし。下側にあるインマニステーも外しておきます。ネジの位置を探すのも一苦労です。ちょっと6角のソケットじゃアクセスが悪いので12角のソケットを使います。はい、とりあえず今すべてのネジをブレーカーバーで緩めたんですけど、ここまでで20分ほどかかりました。いや、もう本当にアクセスが難しいです。6角だけじゃなくて12角のソケットを使ったり、いろんな長さのエクステンションバーを使ったり、ソケットだけでもディープソケットとセミディープを使ったりと、とにかく苦労して、とりあえずここまで緩めました。あとはラチェットで全て早回ししてインマニを外していきます。はい、それでは9つのネジ全てとインマニステーのこちらの2本のネジを緩めましたので、インマニを持ち上げていきます。これ燃料ホースを外さないとちょっと取れそうにないですね。はい、それではまず燃料ホースを緩める前にガソリンタンクの蓋を開けておきます。これでそんなにガソリンがダバダバ漏れてくることもないかと思います。そしてガソリンのホースがこちらに、入り口側とリターン側の2本ありますので、こちらをホースバンドを外してホースを抜き取ります。よっしゃー、インマニが取れました。はい、そして続いてこちらのフューエルデリバリーパイプと、あとインジェクターを外していきます。よっしゃー。はい、それではとりあえず純正のインテークマニホールドと、フューエルのデリバリーパイプであったりインジェクター類も全て取り外しが終わりました。そして車体側はこんな感じです。インジェクターにつながっていた配線類は束ねてエンジン裏に隠しておきました。そしてこの辺りちょっと掃除なんかしたりして、とりあえずここまでで2時間ちょいかかりました。それでは早速キャブを取り捨てていきます。はい、それではキャブレターを取り捨てていく前に、こういった感じでインジェクターが刺さっていた穴が開いておりますので、こちらにこういったメクラを取り捨てていきます。こちら原田商会のものになります。上にもネジ山が切ってありますので、外す際はここにボルトを刺してグイッと引っ張れば抜けるという感じだと思います。それではキャブ本体を取り捨てする前に新品のインマニガスケットを取り捨てておきます。OK。 それではキャブ自体を取り捨てていきます。キャブレターはですね、こんな感じでこちらについていたエアクリーナーを一旦外しておきました。はい、なんとか苦労しつつもやっとキャブ本体を車体に取り付けることができました。いや、もうこの時点でもめちゃくちゃかっこいい。いやー、なんかやりきった感あるけどまだまだ作業は残っているので続行していきます。OK。スロットルワイヤーの取り付けも終わりました。はい、それでは続きましてこちらのエアガバナーを取り捨てていきます。取り捨て位置は結構考えたんですけど、こちらのリザーブタンクがあったあたりに取り捨てておこうと思います。はい、こんな感じですね。そしてガバナーから出ているこちらのホースはですね、キャブレターのインシュレーターのところから伸びているこちらのホースに接続しておきます。そしてエアガバナーの配線はですね、緑と黒2本あるんですけど、こちらはコンデンサーファンの電源の配線からエレクトロタップで電気を取ります。つまりエアコンをオンにしてコンデンサーファンが回りますと、こちらから電気信号がピーッとガバナーに流れてきて、こちらから入った空気がピーッといってインシュレーターの部分から二次エアとして供給されるという仕組みになっております。
はい、こんな感じで電源の線の確保ができました。では続きまして、こちらの燃料レギュレーターを取り捨てていきたいと思います。取り捨てはこの位置にこういった感じでつけようと思っております。そしてですね、燃料レギュレーター、こちらからこうガソリンが入ってこのようにキャブ側に行って、そしてこちらはリターンになっております。ちなみに純正の燃料の配管はこちらがリターンで、こちらが入り口側ですので、こちら側からピーッと引っ張ってきてここに入れる。そしてリターンはここからここにつなぐっていう感じでホースを切ってつないでいきます。はい、それではガソリンの入ってくるパイプとリターンのパイプをつなぎ終わりましたので、続いてレギュレーターからキャブにつながるホースを切っていきたいと思います。これもともとついてきたやつが結構長めだったので、多分前の方はレギュレーターこの辺りに捨ててたんかなとは思うんですけど、短く切ってこちらにつないでいきます。そしてそのホースの途中に一番最初に紹介した亀有エンジンワークスの粘圧計も取り捨てていきたいと思います。はい、粘圧計の取り付けはこんな感じでできました。実際キャブレターを調整するときは今僕が立っている位置からこう調整しますので、見やすい位置に取り付けれたかなと思います。そして、ブレーキの不圧のホースも、キャブレターのあちら側から取り出し口がありますので、あちらに接続しておきます。はい、こんな感じで接続ができました。はい、そして原田商会の添加時期補正ユニットもですね、ホームページに載っている配線図を参考にしながら組んでみました。実は僕ちょっと敷も入ってるもんで、ほんまにこれちゃんとつなげてるかどうかがちょっと不安です。無事動作することを確認できたら、どこかこの辺りに両面テープかなんかで貼り付けておこうかと思います。はい、それではとりあえずキャブレターの装着が完了して、燃料関係の取り回しも全て終わって、スロットルワイヤーもつないで、原田商会さんの添加時期補正ユニットも取り付けて、これでもう一旦取り付け作業自体は全て終わりました。かかるかどうかですね。早速エンジンをかけちゃいましょう。いや、もうワクワクしてるんですけど、不安な気持ちもあって、なんかすごく変な感情です。嬉しいような嬉しくないようなってとこですね。それではかけていきましょう。怖いので念のため消火器を準備しておきます。それではエンジンかけます。やばいっす、かからないです。はい、それではあれからちょっといろいろ様子を見てみたんですけど、こちらのダイアグノーシスの FP っていうところとグランドを短絡させますと、キーオンの状態でフューエルポンプが回るようになります。純正だとクランキング時しかポンプが回らないですので、これで回るようにしました。そしてキーをオンにすると、こちらの粘圧計の針がピコンって触れるんですけど、かなり粘圧が高かったですので、標準値が 0.03 ぐらいですので、そのあたりで落ち着くように粘圧を調整しました。そしてそれに伴って、こちらの油面の調整も適正値の 29mm で合わせました。ちょっとここはもう動画撮れなかったです。そして粘圧であったり油面が安定しているのにどうしてもかからないので、もうこれは火しかないということで、プラグを外してみてみたら案の定被ってました。ですので、軽くプラグを磨いて戻しました。で、もしかしたらそもそも火が飛んでないんじゃないかと思いましたので、こちらの最初に外した配線類をいろいろ見ていったら、僕がカプラをつなぎ忘れている箇所がありましたので、今度こそエンジンかかってくれるんじゃないかと思います。それではやっていきましょう。かかってくれよ。エンジンします。おっしゃー、バザイ。ちょっといきなり回転数上がりすぎましたね。マジか。ちょっとアイドリング下げます。やっべえ。テンション上がってきた。一旦リンケージをフリーにして、そしてアイドルスクリューをちょっと値を下げて、これでまともな感じでアイドリングしてくれるかと思います。もう一回返してみます。嬉しい。とりあえずエンジンがかかった。よっしゃ。万歳。万歳。よっしゃ。かかった。嬉しい。やべえ。泣きそう。めっちゃ嬉しい。
いやーもう朝からぶっ通しで休まずやってきたんで、ちょっと今からもう時間2時ぐらいなんですけど、昼飯買ってきます。うわー、嬉しい。あー、よかったー。うわー。